マネージャーをクビにしたいです。本当にクビにしたいです。まずはですね、皆さん、今回非常に大事な発表になりますので、一旦縦型動画の方をここに貼り付けますので、見てください。付き人に関しての縦型動画になります。もう見たよという人は飛ばしていただいた結構なので、それではどうぞ。すべて正直にお話ししますので、最後まで見てください。マネージャーをクビにします。そう言って、本当にクビにしたこともありました。しかし残念ながらマネージャーにファンがたくさんついてしまったせいで、絶対にクビにしないでほしいというリスナーの声が多く上がってるのも事実です。しかしマネージャーのせいで僕は普段から家の中、そして財布の中などをめちゃくちゃにされ、とんでもない精神的ストレスを抱えています。そこで解決策を生み出しました。付き人を募集します。付き人というのは僕の身の回りの世話をしたり、とにかく近くでスケジュール管理などの様々な仕事をこなす人のことを言います。皆さん、正直に言いますね。もう一つの狙いは、マネージャーのストッパーになれるような人が欲しいんです。企画費の使いすぎ、行き過ぎたドッキリ、そのようなしてはいけないことを平然とするマネージャーに対してダメと強く言えるような立派な人間が欲しいんです。というような感じなんですけども、これ一旦マネージャーは今いない状態で撮ってます。っていうのもあいつにバレないように優秀な付き人、もはやもう俺のボディーガードと言っても過言ではないような人材が欲しいなと本気で思っています。狙いはね、さっきの動画でお伝えした通り、やっぱりマネージャーの身勝手で非常に気色悪い行いを正してくれるような人間。プラスで俺のサポートとか、たまに動画にも出てもらったりとか、そういう風にプラスになるような人材を付き人として本気で募集してます。これはふざけたりとかしてくる人は本当にいらないので、真剣な募集になってますので、僕の付き人になりたい人だけこの動画に見てください。応募方法とか発表するんですけど、そこにふざけた人とか来てほしくないので、本当によろしくお願いします。早速なんですけど、僕の付き人になるための募集要項を発表したいと思います。しっかりとこの動画を撮るためにまとめてきたので、全部で8個条件があります。その8個クリアしている人はもう積極的に応募していただいて、僕がこの人いいなと思ったら即採用という形でさせていただきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。それでは、1つ目。20歳以上。はい、やはりね、未成年の方だとちょっと非常にややこしい話になるので、必ず20歳以上。それは守ってください。もう誕生日が来て20歳になっていればもうクリアなので、もう必ずこれは絶対条件でお願いいたします。2つ目。ギャンブルをしない方。これめちゃくちゃ大事なんですよね。一つ矛盾してるなと思うことは、僕のチャンネルはギャンブル系のチャンネルなので、そのギャンブルしない方だけ付き人に募集しますって何言ってんねんこいつって思われるかもしれないんですけど、お仕事をしていく関係として、やっぱギャンブルをめちゃめちゃする人っていうのは、お金にルーズなところがあったりとか、ちょっと嘘をつきやすかったりっていう傾向にあるんですよね。借金2000万くん、黄色くん見ていただいたらわかると思うんですけども、借金がある理由っていうのがギャンブルじゃないですか。で、あの子すごく嘘をつくじゃないですか。なので、そういうのを見た時に、付き人っていうのは一番近くにいる存在なので、やっぱりそういうギャンブルは普段しないような、もうなんならしたことがないレベルの、そういう方が理想やなと思ったので、こういう条件を設定させていただいております。3、車の免許があり、運転をしてくれる方。はい。これも非常に大事ですね。いつもマネージャーが運転してます。で、僕はマネージャーといない時は基本タクシー移動なんですよね。タクシーで毎月20万円以上はおそらく使ってると思います。付き人を採用したら、その人に運転をね、ちょっと遠く行く時とかは運転をしていただきたいなと思っております。4番。編集経験がある方です。はい。正直ここはもっと厳しめに書きたかったんですよ。例えばですけど、編集ソフト、プレミアプロを触れる方っていうね、そういう風に書きたかったんですけど、YouTube のがっつりした編集は、編集者チームがいるので、その方が、やってくれるので、付き人になる人の編集で言うたら、ちょっとした縦型動画の編集とかを任せていこうかなと考えてますので、変な話、携帯でちょっと編集したことがあるよとか、パソコンでちょっと編集やってたよぐらいで大丈夫です。この4番に関してはプロレベルで編集ができないといけないとかいうわけではないのでね、だんだん仕事は僕が教えていけたらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。次5番、前科のない方。はい、これはちょっとね、いちいち書くまでもないとは思うんですけど、本当にお願いしたいですね。で、前科のない方、主に窃盗。これ付け加えさせてください。はい。窃盗
盗で捕まったことのある人は僕ちょっと信用できないですね。僕自身過去に何百万円と盗まれたっていう過去もありますし、ひったくりにあったっていう過去もあります。なので人のものを盗むっていうこと自体僕はしてはダメなことだと思いますし、そういうことをしてるやつ大嫌いなんですよ。なのでいくら運転が上手くて編集が上手くて愛想のいい人間だったとしても、過去に窃盗で捕まった方はちょっと僕信用できないので、はい、ちょっとお断りさせていただきたいなと思って条件の一つに書かせていただいてます。6個目、マネージャーに対してこの人はおかしいというまともな感性をお持ちの方、これも非常に大事ですね。どういうことかっていうと、以前ね、ラユマっていうモンスタークレープっていうあだ名のついてるね、僕の4個下ぐらいの男の子が一瞬だけマネージャーになったんですよ。その時僕が耳を疑った発言がありまして、彼は何て言ってたかっていうと、マネージャーかっこいいじゃないですか、大樹様のお金2億円横領したんでしょ、はははって言ってたんですよ。もうそれを聞いて僕は冷や汗が出ました。僕が求める人材っていうのは、僕のマネージャーに対してこの人はおかしい人なんだ、卑怯な人なんだ、こういう人間はダメなんだっていうまともな感性を持ってる人が付き人になってほしいなと思います。じゃないとマネージャーと結託して何をやらかすかわからないじゃないですか。僕が求めてるのはマネージャーに対して大樹様にそんなことしたらダメだぞってビシッとバシッと言える人、そんだけ強い信念を持ったりとかまともな考えができる人、それを求めてます。なので6番非常に大事ですので、皆さんね、胸に手を当てて考えてみてください。7個目、俺の気分次第ですぐに出勤できる方、休みは週2は確定です。で、もっと多い時もあります。はい、っていうのはね、まあ大体そうですね、休みは週にあるんですけど、じゃあ残りの1週間7日あるじゃないですか。7日あるうちの週2は休みで、残りの5日間はですね、俺が来いって言った時はもうすぐに来てくれる、そういう付き人がいいですね。深夜だろうがパッと大輝の元に車で来てくれるとか、もうそういう次元の付き人じゃないと僕は付き人って呼びたくないんで、そこはちょっと厳しめかもしれないんですけど、その分給料ももらえるので、ここは当然かなと思っておりますので、ぜひね、よろしくお願いします。で、8個目、給料は要相談になります。ここでね、月30万、月40万、月50万、月100万とかはね、断言してしまうよりかは、その人に対してどのぐらいの価値を俺が感じることができるか。逆にその人が大輝の付き人に俺はなるんだと。じゃあ俺はどのぐらいの価値があるかっていうのを言ってきてほしいんですよね。その自分の価値っていうのはね、自分で上げていくものなので、俺は少なくともそうやって生きてきましたので、もし応募してきてくれる人がたくさんいると思うんですけど、その人たちは給料なんぼがいいとか自分から言ってきてほしいですね。できれば。それでよろしくお願いします。で、こちらのね、付き人の応募方法なんですけども、募集のフォームをですね、概要、今撮影してたんですか？何？撮影してたんですか？カメラ持ちましたか僕？いや、いい、触らんといて、触らんといて。いいですか？揺れるやん、お前。何しよう。いいよ。撮影してたんですか？なんでお前言ってくださいよ。いや、別にええやん。撮影予定ちゃうやん、今日。なんで来たんお前。マネージャーなんで。逆になんで撮影してるんですか？何？僕も。いや、いいやん。ええやん。僕いらないですか？いらんよ。なんですか？いや、あれやねん。それ、あれやん。この撮影は、あれやん。付き人をな、募集しよう思って。付き人を募集してるんですか？そう、付き人な。マネージャーじゃないで。マネージャーは俺おるから、その付き人っていう立場の人を募集しようと思って、今ちょっと募集の動画を撮らせてもらって。じゃあ僕にも声かけてくださいよ。それ言うたら僕の後輩、射程パシリができるってことですよね。いや、射程じゃないの別に。いやでも僕の後輩ができるんですよね。それだったら僕めっちゃ関係あるじゃないですか。なんで一人で撮ってるんですかそれ。後輩？もう僕のもう手下。いや手下ではない。付き人は俺の側近やからね。立場的にはお前より上になる。いや下ですよね完全に。大樹様チームで言うたら僕の方が歴長いんで。それは当然付き人に入ってくるならマネージャーより歴は下っすよ。お前あれ年功序列の固い考えの人。なんかお前後輩とかに対しては結構横柄な態度取るような鬱陶しい先輩なんや。いやそこまではしないですけど、でも俺の方が長くおるからなっていう。めんどくさこいつ。認識してお前のせいで誰も応募なかったらどうするん？それはそうでしょ。お前偉そうにしたらしばくからな、俺の付き人さんに。いやしないですよそこまで。でも一応知っといてほしいね。ありえへんぐらい募集組んでお前これ多分。今ずっとお前がなんかアホみたいに来る前にずっと動画回して一生懸命説明しとってん俺。してたんですか？で今からその付き人の応募方法を言うねん。なるほど。どっからその応募できるかなんですけども、この動画の概要欄の一番上にねフォームを作ってます。 Google の応募フォームを作ってますので、それをまず入力していただきたいと思ってます。概要欄のリンクを押したらどんな感じのフォームに飛ぶかっていうのを一応貼っときますね。一旦貼っときます。はい、こんな感じのフォームに飛びます。そこに何を入力するか、主にニックネームと一
分以内のアピール動画とメールアドレスですね。この3点を主に、他にもちょっと入力することとかはあると思うんですけども、一旦このメインはこの3点で入力して応募完了となります。で、ニックネームに関しましては、本名じゃなくて大丈夫です。あだ名とか、偽名でも OK です。一旦ね、応募の段階なので、1分以内のアピール動画ですね。どれだけ大輝の付き人になりたいとか、そういう気持ちとか、覚悟をね、1分以内の動画にまとめて、僕にアピールしてください。すべて見させていただきますので。メールアドレスを記入しないといけない理由っていうのはですね、一次審査を通過された方にお知らせのメールをこちらから送ります。あなた合格したので、次面接ですよっていうメールをこっちから送りたいんで、一応もう最初からメールアドレスは記載しておいてほしいなという意味で、メールアドレスの記載をお願いしております。で、ここで注意点なんですけども、YouTube 内で審査をするときに、放送してもいいニックネームとアピール動画を送ってください。ニックネーム、YouTube で放送できないようなふざけた内容の人とか、なんか卑猥な名前とか、そういうのを送ってきた人は、通報します。メールアドレスね、こっち分かってるんで、これ Google のフォームなんでね、全部特定できるんで、ふざけた人はね、弁護士に頼んだら。なので、しょうもないことは本当にやめてくださいね。大輝を笑かそうと思ってするのと、悪意があってふざけるっていうのはまた違うんで、本当になんかクソガキがふざけて送ってくるとか、本当に求めてないんで、僕はそういうの。今回真剣な募集をしてるんで、よろしくお願いします。これも決まってはないんですけど、皆さんが1分動画どんなのを送ってくれたかっていうのを YouTube 内で動画に残しながら審査をするっていう可能性がありますので、その時にね、恥ずかしくないようなニックネームとアピール動画を送ってきてほしいですね。で、アピール動画に関してはですね、真剣な動画でも全然いいです。もう大輝に対しての熱意をひたすらバーッと喋っていただくとか、そういうのでもいいです。何でも大丈夫です。ただヒントを言うと、俺は結構面白い人が好きなので、例えばやけど、一発ギャグとかをかましても面白いね。ああ、いいですね。一発ギャグとか。笑いのセンスある人僕は好きですよ、これ。結構大事やんか。大事ですよ。たまに動画にも出ていただくことになんねんからさ、付き人さんって。やっぱリスナーさんがさ、この人面白いってなってくれた方が笑顔になるやん。なりますね。リスナーさんがこう不快になるような付き人はちょっと俺いらないんで、マネージャーみたいなね。僕は違いますけど。はい。なんでそういう一発ギャグとかも OK です。ユーモア溢れる1分以内のアピール動画でよろしくお願いします。ただし、何回も言いますけど、時間は絶対守ってください。1分以内ですよ。1分以内です。1分1秒ダメです。ここ守れない人はちょっと厳しいですね。で、あとはですね、もちろんなんですけど、記載していただくメールアドレス。こちらは YouTube で絶対公開してないので、それはご安心ください。個人情報を晒すようなことはもう一切ね、大輝チャンネルしたこともないし、するつもりもないのでね、そこは安心してください。っていう感じかな、一旦は。いや、いいですね。ちょっと僕ワクワクしてきましたよ。僕の後輩ができるっていうお前の後輩じゃないで。俺の付き人であって、お前とは無関係やから。無関係ではないでしょ。俺の付き人やから。付き人ってわかる？一番側近。はい、側近ですよね。マネージャーよりも側近やから、マネージャー付き人俺っていう風になるからね、要は。いや、おかしくない。お前それ理解せえよ、お前。なんか射程とか、手下とか、しもべとか、おかしいからね、お前表現の仕方が。おかしいんですか？いや、おんねん、お前みたいな、なんか、新入社員に対して俺の方が歴長いから、つってなんか年齢だけ重ねたしょうもない上司みたいな、おんねん。でも、やっぱわからないじゃないですか。身の回りいきなり入ってきて、僕の方が知ってるんですよ。確かにな。はい。そういう点ではやっぱり、僕にも聞いてくることあると思うんですよね。間違いない。そこでやっぱ教えてあげるのは、このマネージャーしかいないんでね。そこでいきなり、おい、これどうすんねんとかいう舐めた口を聞くようじゃやっぱあかんよね。もうそらそうやね。いや、なんていうんかな、最低限の礼儀は両方兼ね備えといてほしいけど、お前の手下とかいうそのスタンスが気に食わん。ダメなの、手下。後輩とかならまだ100歩譲ってわかるけど、なんか、しもべとか絶対やめて。そういう表現をまずやめてほしい。あかんの？失礼。俺の付き人になってくれるんやから。もう、失礼な。気をつけろ、それ。分かった下僕。下僕言うなよ、お前。お前がふざけてるやろ。はい。そんな感じでね、結構ほんまに真剣なガチな応募なんで、概要欄にほんまに応募フォーム貼ってると思いますのでね、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。はい。今日はね、ちょっとポケモンカード開封とかはほんまに予定なく、俺一人で回してたんで、はい、すいません。終わっていいっすかね。はい。もう募集してるんでね、十分じゃないですかね。この後なんか撮んのお前。いや、はい、撮りましたよ、せっかくなんで。マジでお前。当たり前ですよ、何言ってるんですか。俺、マジで、ええわ。そうやな。サブチャンネルとかな。はい。ある程度撮ってた方が後々楽やから。そうですね。はい。ということで、皆さん、ぜひよろしくお願いします。すいません、なんかこんな動画になってしまって。はい。明日も、ガミ会、カタツムリ。撮るか、じゃあ、サブチャンネル。撮りますか。